国産のキャンピングカーってあんまり見ない。あ、じゃあもう夜寝る時ってのはもうおお、すごい。これはボイラーですか？あ、こっから開くんですね、これ。すごい。あ、ドリンクホルダーみたいになるんですね。じゃあすいません、お邪魔させていただきます。はい、どうぞ。でもちょっと早速もう中入っちゃったんですけども、まあ、サムネの見てるの通りなんですけど、はい、横浜モーターセールさんのレガード、はい、でこれ何年式になるんですか？これは2020年式。2020年、はい、じゃあかなり新しいこれちょっと今内装のリビングのところから撮らせていただいてるんですけども、はい、これも普段はだいたいこういう座席の感じで使用されてて、でまあ先ほどちょっと移動したんですけどベッドとか使ったりとかっていう形ですよね。あ、そうですね、はい、シートが動くタイプみたいなモデルですよね。対面式と前方向に向く、そうですよね。と最後ベッド、はいはいはい、になります。こっち側が動くんですよね。このはい、こことここが入れ替わって、はい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 。こっち後ろ側っていうのは基本的に固定式みたいな。固定式です。はい。これでも結構ここも高いんですね、位置が。はい。キャンピングカーってこの辺ぐらいの高さが多くて、はい、頭が当たらないっていう。座っても。そうですよね。いや広いですね、やっぱり。でこれちょっと気になったんですけど、この床ってフロアタイルみたいのもこれも純正でこういうやつなんですか？これも純正です。すごいですね。収納が何箇所か。あ、これ開くんですか？はい。ここついてるとこみんな収納で、ああいうお財布とかいろいろ貴重品がこうはい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 。これ開くんですね。個別に開くんですか？それともまとめて開くんですか？いや、一個ずつ。あ、そこバッテリーなんですね。はい。面白いですね。こんな風になってるんだ。はい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 。まあ収納みたいな。こんなとこ開くんですね、これ。これちょっと他のキャンピングカーで見たことないですね。床下収納みたいな。結構深いですね。すごいすごいすごい。で結構便利で。いいっすね。床下収納がついてる車ってあんまりそうでなかったですね。他のところ。はいはい。いや普段はまあ結構なんか入れたりとか、確かに貴重品いいですね。この中入れとくとなくさないですし。でこれも標準で。これも標準です。棚じゃなくて床下収納を取るって初めて取ったんです。棚関係っていうのは上が棚になってるんですね。これ。そうですね。上がっていうかこのプルダウンのところとかもプルダウンはこれプルダウンにした時にしか使えないやつで、これ2020年式からこう新たにで、その前はなかった。そうなんですか。じゃあこれ新アイテムなんですか？新アイテム。本当だ、上に開くんですね、そうやって。あ、なるほどなるほど。確かにこれは便利ですね。で基本的な収納は蓋がついてるところっていうのはあとここになるんですかね？ここしかないんですね。基本的にはここがベースになっちゃうんですね。ここって結構奥行きってあるんですか？あ、まあでも結構入りますね。実際あれですよね。やっぱお子さんがいると子供のコーナーですよね。薬とか。そうですよね。多分今見ていただいてて気づかれたと思うんですけど、お子さんが2人ほどいますので、おもちゃが多くなりますよね。そう、うちも同じような感じなんですよ。おもちゃが映らないようにしてるだけで実際はかなり大量に詰め込んでるっていう。ここに電源関係があるんですね。あ、開きます。あ、なるほどなるほど。これはボイラーですか？これお湯が出る。はいはい。そうですよね。ボイラーですよね。使うときはここから、これは特に触らないんですか？触らないですね。ここにスイッチが。じゃあもうこれはあくまでも点検用みたいなそういう感じなんですね。レガードの裏側ですね。でここにブレーカーがここですね。結構細かく。はい、分かる。すごいですね。レガードの電源関係ってこんな感じで集約されてるんですね。基本的に触ることっていうのはないですね。ないですよね。一回も電気トラブルとかも起こってないので。ここがメインの室内灯とかですよね。そうですね。はい。でこちら使用する時っていうのは基本的にはこの室内灯と室内灯は全部がついて、ポーチ灯っていうのはこの玄関の外。はいはいはい。でステップっていうのが下のところの底の端っこにつくっていう。これステップがつくんですか？はい。本当だ。こんなところについてるんですね。これもなかなかないですね。確かに見えないんですよね。これが全部ついちゃうんです。ここでやると間接照明が。だと間接照明で少しこの辺のところが。確かにキャンピングカーショーで見るときってこのモードですよね。間接照明モードですよね。
後ろとかについてる、もう全く見えないですけど、手元スイッチでああ、はい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 は何か所かついてる。い。結構そうやって見るとやっぱ照明も細かくこれははい。にもついて、ここにもついて、でよく見たらこのプルダウンここにもついてるんですね。あ、そうです。はい。ライトは結構多い。多いですね。はい。これメーターはこっちにあるんですね。フォトロニックのメーターは分かれてるんですね。こっちとこっちで。主電源。充電源です。はい。でこっちはこれインバーターなんですか。コンセントとか。ああ、はい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 。一番右側のこれってこれは水道タンクの貯水と排水、こっちが貯水で、はいこっちが排水のタンク。ランプをつけると今満水です。はい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 。排水の方がタンクがなります。ああ、今まで使ってないとこうなるんですね。はい。あ、すごいですね。これも国産のキャンピングカーってあんまり見ない。便利ですね。ですよね。結構水回りとかって使用されたりするんですか。水回りは流し洗い物とかだったり、はい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 あともうシャワーがついてるので、はい外に出て子供のシャワああ、ーで、はい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 。夏場はもう大体それがそうですよね。はい結構やっぱじゃあ水も使うっちゃ使う。水も使います。使いますよね、はい、結構キャンピングカー乗る方って水使う方と使わない方で二極化するですね。はい。かなり分かれちゃう。そう全く使わないっていう人か。タンクの大きさもこれ何リッター入るんでしょ90リッター。う。すごいですね。じゃあ90リッターマックスになるとこれが満タンになって、これレガードって給水はタンクっていうよりかホースみたいのでホーすよスで十分。ね。はい。電化製品ってとこだとこれよく見たらここにエアコンついてるんですね。エアコン、はい。これはもう最初から最初からついてます。はい。なるほど。ちょうどこのリビング側についてるから一番当たりがいいですよね。当たりがいいです。これ横についてるこれって何ですか。これ電源ですね。USB の12ボルト。あーあ、よく見たらそういうことですね。これ上の人用ですね。プルダウンの人。落ちた次に、はい。これも新しくなんか追加されていったみたいな。そうなんですね。要望があったみたいで。確かに2回言って何もないんですよね。あ、すごいですね。やっぱ考えられてますね。これちゃんと降りた時に上の人が使えるように。で、反対側には上の人が使えるように棚ができてる。それができてるっていう。あ、なるほど。この上の人用の進化がしたんですね。はい。じゃあすいません。キッチンの方を見させてもらいます。はい。で、ここがキッチンで、ちょうどここが、これ、このまま。はい、開けてもらって。お、結構深いですね。はあ、なんか思ったよりも厚さがあるんですね。はいレガードの。で、これって水とお湯になってるんですか。はい、水とお湯でヒーターをつけると、ポンプでお湯出す時のヒーター。この WP っていうのがポンプで、で、ヒーターっていうのがこの下の。はいで、このヒーターを使ってから出すような感じですかね。はい、そうです。はい。結構お湯って普通にお湯普通に熱いお湯が出ます。結構使ったりします。お湯は使ってますね。はい、そうっすよね。はい両方回して使うような感じですかね。そうです、調整でみたいな。普通の家庭用のあれとはいはいはいお湯出して水で温度調整で。シャワーで結構使えますね。そうっすよねはいこれ下がるんですか。これ下がんないですよ。このあこれで回る回るんですね。そういう設計なんだ。ポンプはい。あ、ポンプを押してで、それで、はい、水を。あ、結構普通に出ますね。はで音も結構静かい。です。音もはい。結構ポンプの音ってメーカーでガラ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 音したりレガードのすごい静かなポンプでやっぱ高級車ですね。そしたらじゃあ結構キッチンはキッチンで使われることが洗い物がも多いですよね、やっぱり。でこのキッチンのちょうど真上にこれ電子レンジが来るんですね、はい下で何かこうやっててこのまんま上にこう乗っけて電子レンジかけるみたいな。そうそうですよね。うち電子レンジが遠いんでいやいいっすね。ここにやっぱついてると違いますよね。冷蔵庫がこの下になるんですかね。はい。ここが冷蔵庫ですね。はい。あ、でかいですね、やっぱり。でかい。これ下が冷蔵で上が冷凍ですかね。そうです。はい。あ、いいっすね。これだけ入るとやっぱりだいぶ違いますよね。じゃあキッチンもやっぱ結構使われてるっていうのが。でもガスコンロで。あ、そうっすよね。あ、そうかそうか。ここ。ないんですね。そうです。あ、でもなんかあれ使わない人が多いっていうのが聞いたことあって、このガスコンロ付きのやつがはい、そうですね。使いづらいみたいなの結構聞いてて、はいここあれがついてるんですね。換気扇というか。換気扇ついてます。これも最初からついてるんですか。これオプションですね。あ、はいへえ、これって結構吸います。吸います。ちょうどやっぱ真上についてるからいいっすよね。照明もついてるんで便利で。え、これそうなんですか。はい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 。本当だ。これ便利ですね。普通に照明としても使えるし、はい換気扇としても使えるしみたいな。でこれよく見たらここの横にはこれコンセント。ごめんなさい。はい。コンセントがあるんですね。はい、コンセント。ちゃんとこうキッチン周りにもコンセントがあって、いやすごいな。すいません、ありがとうございます。そしたらちょっともうだいぶ空間的に広いであろうというこの部屋。これってレガードってこのタイプでしたっけ？いやガラガラみたいな。ガラガラです。これ今扉になってる。扉になってますよね。はい。照明つけます。あ、はい。す
すごいっすね。やっぱ普段はハンガーになりますよね。うちもマルチルームやっぱこうなりますよね。そうですよね。基本このスタイルですよね。これ現実ですよね。いや広いですね。でもこれ奥行きがやっぱあって、やっぱマルチルームっていうか普通に広い部屋なんで、やっぱいいな。これまだトイレは使用されたことがないですよね。それははいセットされてます。カセットだけとりあえず入れてって感じですよね。はい。でこのシャワーはそこについてるんですね。はい。でこれ外にはい入れると外に引っ張れるんで。あ、こっから開くんですね、これ。はい。これ出せるんですか、外に。外に。はい。オプションなんですけど、なんで大体外に持ってって。はい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 。これ便利ですね、外に使えるシャワーで、これもちろんここもお湯が使えるんですね。いやすごいですね。これベンチレーターみたいなこの換気用のこれも純正でついてるんですかね。買った時についてるオプションかもしれない、確かこの車って温水シャワーが純正なんですよね。トイレが後付けでした。シャワーが純正っていう考え方がすごいですよね。でちょっとこの一番後ろがやっぱ壮大ですね。そうですね、2段ベッドで。もうこれ普段というのはもうほとんど2段ベッドとしては使ってないですね。使ってない感じで。はい、物の置き場ですね。結構詰めますね。結構詰めます。はい、結構キャンピングカー使う方ってこのリアベッドのタイプの人ってリアベッド物を置くスペースみたいな結構多いんですよね。はい、下のバケッチ開いて取れるところなんですかね。外せる。そうですよね。横からもできるってことですよね。出し入れが。これ照明も後ろついてる。照明ついてます。照明とコンセント。あれか。はあ。へえ、すごいっすね。じゃあ普段は寝られる時っていうのはもうこのフロアで。そうですね。下に妻と子供2人。はい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 。上に私が乗って4人で。じゃあ結構普段フルダウン使われる。寝る時はもうフルダウンで。あ、そうなんですね。最初の頃はここで4人寝てたんですけど、大きくなっちゃったんで、4人の世代なんで、今はフルダウンで。そうですよね。はい、4人で。そしたらごめんなさい、ちょっと座席がなんかこう進化すると聞いたんで。じゃあ座席を。普通よ。はい。あ、で今度そっち側が背もたれになるんですね。はい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 。あ、へえ、すごいですね。普通の座席の車になるという。人が乗るとき変えれるっていうのがいいですよね。いいですね。はい。へえ、それって何ですか？座った時だけ。あ、ドリンクホルダーみたいになるんですね。便利ですね。はい、これが。すごいすごい。だいぶ車変わっちゃいますね。いやすごいっすね。これちょっとここのシート座ってもいいですか？あ、大丈夫です。はい。すごいっす。これ横にシートがあって対面からこの普通の前後シートというか、これは便利ですね。ここちょっとごめんなさい、座ってもいいですか？あ、大丈夫です。はい。全然普通ですね。あ、むしろこのなんか座面が結構広いですね。ここのなんか座るところが結構小さくなりがちですけど、結構レガードやっぱしっかり普通に座れるような感じなんですね。でここにドリンクホルダーがつくという、これはなんかまたあれなんですか？ベッドにするときに形が変わるような。あ、そうです。すごい。次ベッドで。すいません、すいません。やっぱりこの車が高さもあるんで、いちいち外に出てやんなきゃいけないとか、そういうことはなくていいですよね。ああ、すごいですね。ちゃんとぴったり考えられてますね。あ、すごいですね。出てくるんですね。それも。それでそこを詰めるんですね。あ、すごいですね。これだけで完成しちゃうんですね、ベッドが。すごい。これ先ほど使ってたやつですよね。オプションのマットがなくても、もうすでにこの形になるんですね。あ、そうです。すごい。結構あっという間に普通のベッドになっちゃうんですね。で、普段はここで寝てるような。そうっすよね。こんだけ広かったらこっちの方がいいですよね。これとこれがオプションで、これあれですよね。先ほどのフラットの状態にさらに付け足したっていう。あ、じゃあもう夜寝る時っていうのはもう完全にこの体勢っていうか、これは広いですね。あ、でもこれちゃんと冷蔵庫のところまではいかないようになってるんですね。そうです。いかないようになってて。で、ちゃんと開くってことですもんね。ここもちゃんと開く感じでこう切られてるんですもんね。はい。で、バンクですね。すみません。で、これはバンクはもうそのまま。バンクはここにストッパーが。このヒンジがついてるんですね。これを外して下ろすような。おー、すごいですね。あ、こんな感じになるんですね。なるほど。それは確かにこの状態じゃないと使えないってやつなんですね。すごい広い。じゃあ普段寝られる時はもうこの体勢というかもうこの。はい、寝てます。当たらないですね。当たらない。座れる。上を出してても下に座れるという。
いやこれは国産じゃないですねこれはないですね。すごいですね。このレカロなかなか見ない。これ LT さんで買う。はい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 。でこれシートヒーター付きなんですか。すごいですね。シートヒーター付きのレカロ初めて見ました。これはさすがにオプションですよね。これオプションです。これ真ん中は最初からこういうあれなんですか。ああすごい。全部開けます。あ、そこも開くんですか。これこっちの手前のやつが飛ぶ。はいはいはい。あ、すごい。こんなとこに入るんですね。すごい。こんなとこ開くんだ。ああ、後ろはこれいいですね。跳ね上がって。あ、そこにハンドルがついていいですよね。それでそのまんま。すごい。これが後ろの二段ベッドの下の部分なんですよね。あ、はい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 。あ、繋がってるんですよね。で、この下っていうのがもう完全に荷室みたいな。で、これが跳ね上げられてそのままなくせば。はい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 。すごいですね。やっぱキャパがでかい。結構もうキャンプ道具積みっぱなしっていうか。いや、全部一回出します。あ、そうなんですね。はい。ベビーカーとか。あ、そういうのに入れ替えるってことですね。そう、ベビーカーとか。まあでもそのまま入りますもんね。そう、ベビーカーとか。はいはい。小さい自転車とかを置いて、子供用の遊び道具が下に一番。すごい。収納がすごいっすね。これはもうここから直接これを外して、ここはホースでやるので、で RV パークとか行くとそういうコネクターがあるとこがあればここから変えられるんですね。本当だ。これはなんかそういう RV パークとかそういうところに対応してるやつはここで入れてください。これちなみになんですけど、ちょっと昔から気になってて、これ入れるじゃないですか。水が満帆になるとどうなるんですか。このエア抜きのところから水が出てきます。じゃあそこまでいったら抜くっていうか。あ、そうなってるんですね。ありがとうございます。これちょっとあんま見たことなかったんで。余ったやつを捨てる方。給水もここから捨てられるんですか。あ、そうです。左側が排水のコックで、グレータンクだけが出せるんですよね。で、右側が給水の余ったやつを排出する。いいですね。これで出せるといいですよね。いちいち持って帰るの大変です。これは普通の給コースね。この横にあるのがちょっとゴミ入っちゃっていいですか。これゴミとか入れるといいっすね。これダストボックスちょうどいい。じゃあ結構長い旅とか行くときはここにどんどん入れてって、子供いると絶対お菓子系もいっぱい出てくるし、おむつとかの関係も。いいっすね。ワンタッチだ。そういう仕組みいいっすね。これちなみにラダーちょっとね逆になっちゃってるんですよね。最初取り付ける方を逆にされた時にちょっと上がぶつかっちゃって曲がっちゃって、本当はこれが逆なんですよね。でも物としては使えるんですか。物としては使える。確かにそういうとこはまってなくてなんかおかしいなって言って確かにおかしい。買った時に逆につけちゃったみたいな。ちょっと形が違うみたいな。一番上を天井にぶつけちゃったんですけど、なるほど。そしたら曲がっちゃって、戻らなくなって、これでいこうってなんかそんなことがあっても笑って済ませるってすごいですね。この車を買ってここにすごいこだわって買いましたみたいなのってありますか。こだわりは、一番走行性を重視してやっぱりレガード選びました。やっぱそうですよね。この車の安定がいいってよく言いますよね。よくこう傾斜が何度まで耐えれるとか、レガードってそういうの結構売りで出てますもんね。じゃあやっぱ一番はそこで。結構他の車も見られたりしたんですか。他はバッテックのジールとあとリバティ3台ですね。その中から選んで、お友達に誘われてレガード一番いいということになってレガードに決めました。僕が最初出会った頃はレガードが2台でしたもんね。そうですね。まだ皆さんレガード乗ってる時代で、いつの間にかレガードからアドリアが1台増えちゃったんですよね。誘った張本人が1年もしないうちに乗り換えちゃうっていう。一番初めに乗り換えちゃったんで。すみません、今日は最後本当ありがとうございました。じゃあ今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうね。ごめんね。眠たいとこね。ごめんね。バイバイだね。偉いね。タチタチ。